はい、高田ホビーです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、前回買ったアルティメットバズライトイヤーとリアルポージングフィギュア。私のものは改造してあるので、正規版ではないんですけど、改造したものと比較していこうかなと思っております。リアルポージングフィギュアの方が肩が飛び出しているのがわかると思います。それに対してアルティメットバズライトイヤーは肩が原作通りの位置にあるということで、リアルポージングフィギュアがですね、この肩をもうちょっと中にしまい込む作りになっていたら、これかなりクオリティが高かったんだなということが分かりました。コミュニケーターのシールはですね、同じようなものがついているんですが、サイズとしてはリアルポージングフィギュアの方が大きくて、全体的に貼ってある。アルティメットバズライトイヤーの方はですね、余白みたいのが結構ありますね。これはちょっと原作のコミュニケーター見てるとこ見て、どっちが本物に近いかっていうのを検証していきたいと思います。ここに多分画像出てると思うので、比較してみてください。で、本当はですね、こういったところとかもネジ穴がすごかったんです。なんですけど、粘土で軽く埋めてるので、あんま気にならなくはなってるんですが、本当はここがかなりちょっと残念なところではあったので、こう、つるんとして素晴らしい。翼の飛び出具合はですね、このアルティメットバズライトイヤーの方が正規に近いんですが、リアルポージングフィギュアの方はですね、そもそも横開きのやつを縦開きに改造しているものなので、これかなり飛び出ちゃっていますね。ちょっと翼広げてみましょうか。これは私が縦開きに改造したバズライトイヤーなんですが、このぐらいの長さになっています。横開きの時より若干長くなっているといった感じでしょうか。それに対してアルティメットバズライトイヤーはこのような翼の大きさとなっております。画面いっぱいに翼が広がっているのがお分かりいただけるかと思います。はい、次にちょっと手の関節などを見ていきましょう。かなりリアルポージングフィギュアもですね、手首の可動域は広いです。ただここの作りがですね、ちょっとリアルさがなかったというだけで、関節はですね、音が鳴るタイプのものではなく、柔らかいものになっています。かなり動くと思います。足はこのバキバキと真ん中が動くタイプの関節になっています。で、足首の先も動いて、かなりここも可動域が広いですね。はい。はい、それに対してアルティメットバズライトイヤーはどうか。ここの部分はですね、カチカチとなる関節で、こちらの方が安定感がすごいです。柔らかい関節だとやっぱ微妙に動いてしまうので、はい、ここのやっぱポイント高いのはボールジョイントになっている手首ですね。そうですね。可動範囲は意外とリアルポージングフィギュアの方が多いかもしれません。足の関節。ここは似たような構造になってますね。リアルポージングフィギュアと。で、ここもカチカチ動きますと。で、足首の先ももちろん動きます。おそらく足は似たような構造になっているんですが、若干付け根の部分がリアルポージングフィギュアが柔らかいので、そこですね。あと、この部分の作りがちょっと違うのがお分かりいただけると思います。素材に関して腹部はどちらもゴム製になっております。どちらかというと、アルティメットバズライトイヤーの方が柔らかいゴム素材になっています。これは、トイストーリーコレクションなどに近いかなというふうに思います。はい、そしてどちらとも蓄光塗料は塗られておりません。蓄光塗料が塗られているのはトイストーリーコレクションと、シンクウェイトイズのバズライトイヤーのみとなっております。裏面をちょっと見ていきましょう。裏面はどちらともよくできているかなというふうに思います。このバックパックを留めてあるネジの部分もそもそも色が塗られているので、ここは評価高いなと。シール等もほぼ同じようなものがついております。ただですね、やっぱりリアルポージングフィギュアの横開きの翼、これだけは本当にいただけなかったです。メイドイン台湾は再現されていなかったようです。はい、腰部分がどのように稼働するのかっていうのを見ていきましょう。まずこのように旋回するのはどのフィギュアでもあると思うんですが、リアルポージングフィギュアですね、腰に関節がないですね。ほぼほぼこのカチカチといって動いたりすることはないです。それに対してアルティメットバズライトイヤーはどうでしょうか。まずはこのような動き。はい。かなり動きますね。
これはポージングの幅が広いのはお分かりいただけるかなと思います。首ね。首の可動範囲のリアルポージングフィギュアもかなり広いです。はい。首はですね、アルティメットバズライトイヤーの方が動くということが分かりました。角度が今ご覧いただいている通り、鋭く曲がることができるようです。はい、2つの商品を比べてみました。今回はですね、簡単に比較させていただいたのですが、いかがだったでしょうか。リアルポージングフィギュアの方はですね、やっぱり値段の割に意外といい商品だったのかなというふうに、やっぱ個人的には思います。ネジ穴とか、翼の横開きっていうところをなくすればかなりクオリティの高い商品だったのかなと思っております。アルティメットバズライトイヤーはですね、ちょっとやっぱ比較してみると、より良い商品だなということが分かりました。動画をここまでご覧いただきありがとうございました。今後としては YouTube で、リアルポージングフィギュアにベルトをつけてみたなどの動画を作っていきたいなというふうに思っております。ただそれは時間がかかることだと思うので、少々お待ちくださいということで、今後でもそういう動画もやっていきたいなと思っているのは、事実であります。あと他にですね、やっぱバズライトイヤーの電池の交換の仕方や、簡単な修理の方法の動画がですね、意外と見られているので、そちらも有益な情報を落とせるように動画を作っていきたいなと思っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。